皆さんこんにちは。イラストレーターのあきです。今日はなんと同じイラストレーターさんとカフェに行く予定です。今日一緒にお話しするのはイラストレーターさんの京子さんです。みんなが憧れるような可愛い女の子のイラストを描かれています。そんな京子さんはとっても人気の絵描きさんで、個人様のイラストだけでなく企業様のイラストを描かれたり、大活躍の絵描きさんなので、いろいろお話しできるのがとっても楽しみです。今日はきっと気づきがたくさんの回になると思うので、よかったら最後まで見てもらえると嬉しいです。今日はこちらのキウイカフェさんというところに来ています。京子さんが私に似合いそうと言って選んでくれました。京子さんとは私が京子さんのグループ展に行った時と、先日私の個展に京子さんが来てくれた時の2回お会いしたので、今日お会いするのは3回目でした。京子さんが描く女の子と京子さんはどこか似ていて、いつも可愛いなと思っています。今日は事前にインスタグラムで皆さんからイラストレーターについて聞きたいことについてアンケートを取ってみたので、そのことについて2人でお話ししていきたいと思います。そうそう、京子さん6年目ってすごい長いなって思って。長いんですよ、意外と。急にインタビュー。どんなにイラストレーターになったんだろうってすごい気になってました。2018年ぐらいになんか乗っ取られたっぽくなっちゃって作ったのが今のことなんですよ。何かのアカウントに使おうと思って絵日記をピッチブックにボールペンで書いたのが最初。それまでは絵は好きだったけど、そこまで本格的には描いてなかったそうで、新卒の会社を8ヶ月くらいで辞められた後に地元でイラストレーターさんたちとお茶会をする機会があったそうです。そこで iPad で絵を描くことを勧められて、デジタルで絵を描くようになったそうです。5年目であんなに綺麗な絵が描けるんですね。すごい。すごいめっちゃ描いたんでしょうね、きっと。描きましたね。なんか憧れのイラストレーターさんがいて、水島直美さんって知ってますか？イラストの女の子が真ん中にあって、周りにコスメの人が素敵。それを見て、あ、仕事にできるんだっていう。そこからもう完全に趣味じゃなくて仕事にするために絵を描き続けました。そこからなんかこう切り替えというか、お仕事にできるんだって知った後のが、独学とか勉強してって感じですか？独学です。完全に独学でやって。アドバイスとかそういうのは受けたんですか？一切受けてないです。すごすぎる。自分の中で目指すところは決まってたので、そこに行く前にやることやればなれると思う。とにかく自信を持って。確かに成功してる人を見るとね、勇気もらえますよね。めちゃくちゃ計画的というか、本当にするための絵なので、大丈夫です。仕事のための絵とその趣味の絵ってなんか京子さん的にはどんな違いがあると思いますか？自分の作品を作るときはとにかく自由に、クライアントさんになるとある程度指定があるんですけど、その中でいかに自分を出せるかみたいな考えてやるんですけど、京子さんが実践されていたのは、まず自分のイラストのジャンルを決められていて、そのジャンルで自分が活かせる技を磨くことでした。
例えば自分がコスメのイラストを描くとしたら、アイシャドウが綺麗に映えるように目を細かく描く練習をしたり、他の人の描き方と被らないように研究をされていました。その商品を見せるために自分の絵でどこをどうよく見せられるかっていうのをすごい考えてずっと描いてるの。すごい。その良さでその商品の良さをさらに伝えるように技術を磨いたみたいな感じですか。お客様ファーストで自分の長所を伸ばす。これがイラストレーターで成功する秘訣なんだなぁと、京子さんの話を聞いて思いました。絵をお仕事にしようって思った時に、こういうお仕事をしたいからここを伸ばせるようにしたって感じですか？私がそうです。あくまでイラストレーターでお仕事をもらって、向こうが望んでるものを仕上げていく。その時にこの目の描き方が採用できなかったなって思ったので、少しずつ改良を加える。お仕事終わった後も反省というか、よりよくできるようにってか、でもなんかちょっとわかるかも。なんかお仕事しながら磨いていくじゃないけど、結構気づきもあるというか、なんか、こういう風にしてって言われたのを見て、こうしたらいいのかみたいなわからない発見とかもあって、仕事一個一個もね、ためになってるなって思います。絵をお仕事にするっていう近道的には、なんかやっぱり自分に合った人タイプなのか、イラストレーターなのか、相手の望むものを描きたいのか、自分の好きなものを描きたいのかっていうのを知ることと、そこ一番私も大事だと思ってて、なんかそこからさらにその京子さんみたいに絞ったわけじゃないですか。こういう商品に使えるような絵を磨いていこうっていうなんかジャンルじゃないですけど、なんかそこも結構大事だなと思ってて、なんかそこを極められたらなんかめちゃくちゃ強いと思うし、自分も疲弊しないというか集中できると思うし、頼む方もなんかすごい頼みやすいだろうから、近道はそこだなって思って、思ってそうです。自分が描きたい系統の同じ系統の方がどんな仕事をしているのかをまず調べて、じゃあどこを自分がお仕事する時に攻めていけるのかっていうのをまずピックアップする。ピックアップしてたらどういう絵を描けばいいかが分かってくるんですよ。だったら自分の絞るべきところが見えてくる。こういう系統の女の子がいるっていうのが分かってきて、すごいトレンドが分かってくるんですね。そのお仕事をされている方がいるということは、そこにお仕事の枠があるということ、その枠に自分が入る気持ちでお仕事を取っていくというお話でした。すごいめっちゃまさかじゃないですね。これ尺苦手なんですよ。そんなことないですよ。すごい京子さん分かりやすい。すごいゴールが明確だから、すごい京子さん効率よく早くいけてる気がします。多分そのイラストレーターになりたいってなった時にどう目指していいかが多分漠然としてるから悩んでしまうんだなと思う。私も最初そうだったので、最初の目標、憧れができたことがあって、そこがじゃあ何すればいいのかなが多分1個決まったら自分の中で多分見えてくると思うんですよ。例えばあきさんの絵のタイプとかなったら私と全然違うじゃないですか、系統で、攻めていける方向が違うので、皆さんそれぞれにそれぞれの絵に合う場所があるから、そこを探して、例えば1個ハンドメイドアクセサリー屋さんのアイコンの女の子を描きたいって思った時にそれに合いそうな絵を
私だったら自分で考えてみて、ショップさんも結構いっぱいいらっしゃるので提案してみるとかでも何かしら仕掛けにはなるし、一個ずつ一個ずつで今ずっとやってきたので、私は全部が大事で、ハンドメイドアクセサリー屋さんのショップがあるっていうのをめちゃくちゃ書かせてもらってて、それは手書きなんですよ。アナログで。そうなんですね。アナログでもできるんで、本当一個できると本当に自分の中でできるんだっていう気持ちが大きくなるそうですよ。目指していいのかみたいな気持ちができるんで、とにかく行動ですね。そうですね。一個ずつ決めて一個ずつ進んでいくのってなんか大事だなって思います本当。ね、最初いろいろ不安だけど、なんかちょっとできたらまたちょっと自信になってまた一個頑張ろうって、ね、なりますしね。絵のインスピレーションはどこから得ているのか、インスタグラムで質問がありました。京子さんはピンタレストや実際の SNS の女の子から髪型や洋服などのパーツを参考にされているとのことでした。私結構化粧品とかなんか使えるって思った。なんかすごい可愛い配色で、なるほど。もうなんか女の子とか写真とかをもしこれがイラストだったらみたいな置き換えたりとか、それをピンタレストで探してやってること一緒ですね。やっぱその見た時にときめきはこっちは感じているので、それを絵で表現できたらなおさらいいんだろうなって思うので、私は見てますね、めちゃくちゃ。しかも京子さんのそのセンスとか興味がドンピシャな人がいるから、でも京子さんが選んだものっていうのはその人たちに絶対届くからと思ってくれてます。届いてるだといいなと。私や京子さんの今お話ししていたインスピレーションはどちらかというと絵の見せ方においての話かなと思います。映画や音楽などからのインスピレーションは、例えば抽象画や風景画など感情を表現する絵のインスピレーションになるのかなと。もしかしたらその人の描く絵に合ったインスピレーションのもとがあるのかもしれません。こちらもインスタグラムでご質問いただきました。一日中 iPad で描いたり作業しているので目は本当に疲れるんですけど、ケア方法の一つは私も京子さんもブルーライトカットのメガネを使っていることです。あとは目に使う筋肉も大事みたいで、京子さんは整体に定期的に通って頭のマッサージを受けるそうです。私も頭と肩のマッサージやストレッチを毎晩しています。目以外の部分も目とつながっていたりするのでおすすめのケア方法です。こんな感じで京子さんと一緒にお絵描きもできて楽しかったです。今回のキウイカフェさんをテーマにそれぞれの女の子の絵を描いてみました。